私には何もなく、この世には私よりも優秀な人がたくさんいるのに、私で良いのだろうかと不安でしたが、ついに全てを投げ出したくなるようなことが起こってしまいました。先日事故で息を引き取ってしまいました。信じられない思いで病院に向かいました。そして本当に今までありがとう、本当にごめんとしか言えませんでした。こんばんは。日本の明大トップガン寮から来ました6500層 E3 分櫻井恵子の息子、櫻井忠輝です。私は来年から日本で公職者として歩むことになっています。私はただただ父母様のことが好きで親しく、証明を感じた日から足らないながらも必死に歩んできました。私には何もなく、この世には私よりも優秀な人がたくさんいるのに、私で良いのだろうかと不安でしたが、父母様の願いを知ったものとして自分の生涯をかけて身旨に貢献したいという気持ちで公職を決意しました。今までの歩みは苦しいものでした。いい大学に入って身旨に貢献しようと必死に勉強しましたが、受験が思うようにいかず、ストレスのあまり蕁麻疹が出るようになり、病院に通った時期がありました。最終的には導かれ、大学に入学した後、学者生活を積極的に行いました。伝道も熱心にし、長期研修に出た信仰の子女もいたのですが、安倍元首相銃撃事件以降に起こった私たちの教会に対する反対報道の影響で、結局流れていってしまいました。それでも伝道に対する情熱を持って、今度は友人を復帰するんだと努力していましたが、ついに全てを投げ出したくなるようなことが起こってしまいました。ほぼ毎日を共に過ごし、時間を共有してきた数少ない親友の一人が、先日事故で息を引き取ってしまいました。お母様が地上にいらっしゃるこの時代に、御言葉を伝えることは自分の責任分担だと悟り、私が教会に通っていることを証ししていた友人でもありました。彼は私の講義を聞きながら、この内容は間違いじゃないし、何より俺のために準備してくれたんだから聞かなくちゃね、俺を幸せにしてくれよと言ってくれていました。忙しい中でも時間を作って話したり講義していたのですが、急に数日後には息を引き取る可能性があるから見舞いに来てほしいと彼の姉から連絡があり、信じられない思いで病院に向かいました。病室に着くと、つい最近までふざけ合っていた彼が無残な格好で横たわっていました。それを見て強い衝撃を受けました。そして本当に今までありがとう、本当にごめんとしか言えませんでした。その後、彼は息を引き取っていきました。この世で永遠の命を生かしてあげられなかったことがあまりにも辛く苦しいものでした。どれだけ頑張っても最終的には苦しく耐え難い環境に立たされることが嫌で、一旦全てを白紙にしたいという思いでしたが、この40週に参加し、父母に対する申し訳ない気持ちを天津園で率直に伝えたとき、情けないって言わないでくれ、お前は私の愛してやまない子女なのだからと言ってくださる父母様を感じました。そしてどれだけ足らない私であっても、お前しかいない、お前じゃなきゃいけないんだと言ってくださる父母様の愛を感じたとき、改めて父母様の前に申し訳ない私であるけれど、それでも父母様の期待を裏切ることのできないと思い、涙があふれてきました。この期間に亡くなった友人の特別解怨を申請して解怨式に参加したのですが、今まではもっと私が生々を詰めれていれば、神もこのような形で導かずに済んだのではないか
と思っていました。それでも神様はありがとう、本当にありがとうと言ってくださる父母様の愛を感じました。そして私がどんな状況であっても変わらずに付き合ってくれた彼に対する感謝の思いで胸がいっぱいになりました。また薬事や徹夜祈祷会、天津園での祈り、元旦でのお母様との出会いによって複雑な情を整理することができ、今では前向きに向き合うことができています。この恩恵を自分一人に留めることがなく、大きく展開していき、変わらずに愛してくださる父母様のために、どれだけ難しい環境であろうとも、私は生涯をかけて身旨に投入していく公職者になろうと思います。私のために外的な準備をすべて揃えて40週に送ってくれた両親に感謝しています。そして最後に親友に伝えたいです。強制、どんなに無茶を言っても、どれだけ強く当たったとしても、僕を見捨てることなく最後まで付き合ってくれてありがとう。一緒にいてくれたから日々が楽しく幸せでした。未だに信じたくないけれど、それでも父母様の導きを信じて神様に感謝して一緒に歩んでいこう。하늘을 부모님, 참 부모님 사랑합니다. 감사합니다.